いやー、来ましたね。サントス新作。カルティエの名作中の名作、サントス・ドゥ・カルティエについにチタンモデルが新登場したんですよ。私もこれを知った時は思わずって声が出ちゃいましたよ。サントスって2018年にリニューアルされてから本当にいろんなバリエーションが出てきましたけど、まさかこのタイミングでチタンが来るとはちょっと驚きですよね。で、みんなが一番気になるのってぶっちゃけステンレスモデルとどっちがいいのってところだと思うんです。なもんで今回はですね、新作のサントスを紹介しながらどっちがいいのかっていうのを私なりの目線でじっくりお話ししていきたいと思います。で、まず結論、待て、今すぐどっちかに決めるのはちょっと待った方がいいかも。これが私の今のところの結論です。なんでって思いましたいや、その理由をこれからじっくり解説させてください。じゃあまずはですね、新作チタンモデルのお話に入る前に少しだけサントス・ドゥ・カルティエという時計がどんな時計なのか、その歴史と魅力について軽く触れておきましょうか。いきます。1904年にブラジルの飛行士アルベルト・サントス・デュモンのために作られた世界初の男性用腕時計。スクエアケースにビスモチーフのベゼル、そして上品なローマンインデックスのデザインが特徴。モデルチェンジしてラグスポ感アップ、控えめに言って名作。以上。いやー、説明あっさりしてるね。二日酔いの時に食べるお茶漬けかはい。それで結局ですね、四角いケースのシャープさと文字盤のローマンインデックスが醸し出すクラシカルな雰囲気が手元をすごく知的に見せてくれますし、ブレスレットのしなやかさも手首に沿う感じが本当に美しいんですね。そんな歴史ある名作が現代の技術と素材でどう進化していくのか、今回のチタンモデルはまさにその一つの答えなのかなって思いますね。はい。じゃあいよいよ本題。今回の新作チタンモデルがどんな時計なのか詳しく見ていきましょう。新たに登場したのはサントス・ドゥ・カルティエラージサイズのフルチタンモデル。今のところダイヤルはホワイトのみの展開ですね。カルティエって過去にもチタンを使ったモデルはあったんですけど、ブレスレットまで含めてフルチタンっていうのは実はメゾン初らしいんですよ。これはカルティエの歴史に新たな1ページが加わったと言っても過言ではないですね。それで素材がチタンになったことでやっぱり一番の特徴はもう断然軽い。つけ心地って時計を選ぶ上ですごく重要なポイントですよね。そしてチタン特有のグレーの色味とビーズブラスト仕上げによるマットな質感が今回のモデルの大きな魅力になっています。これ後でステンレスモデルと比較するときにじっくり話したいんですけど、同じサントスなんだけどまた違った雰囲気がありますよね。それからムーブメントはこれまでのサントスと同じくキャリバー 1847MC を搭載しているのでスペック面での心配は一切なし。安心のカルティエクオリティですね。あと細かいところなんですけど、リューズにはブラックスピネルが使われていて、これがまたケースの色と合っていて上品ですよね。こういうさりげない特別感とか細部へのこだわりがカルティエらしいなって思いますね。で、気になるお値段なんですけど、現在の価格が174万2400円です。スペックはこんな感じですが、もうね、ここからが本番ですよ。このチタンモデルの魅力をもっと掘り下げつつ、皆さんが一番迷うであろうステンレスモデルと比較しながら私なりの所感もガンガン述べていきたいと思います。それでまずね、やっぱり一番わかりやすい違いって言ったら軽さじゃないですか。で、実際どのくらい違うのってやっぱり気になりますよね。私も軽く調べてみたんですけど、約 35%、 およそ 50g も軽量化されているらしいんですよ。公式で見つからなかったので正確じゃないかもしれませんが、ステンレスモデルが 144g なので単純計算でチタンモデルが 94g くらいのようですね。いやー、軽いですね。社員旅行が中止になった時の気持ちぐらい軽いですねこれ数字で聞くとかなり大きな差ですよね。時計の重さってやっぱりつけ心地に直結するからすごく大事なポイントだと思うんです。このチタンの軽いという特性は毎日つけたくなるつけ心地になっているんじゃないかなって感じます。この辺は地味だけどすごく嬉しいとこですよね。それから見た目の大きな違いとしてグレーの色味が挙げられますね。チ
チタン特有のこの落ち着いたグレー、どうですか？私はすごく大人っぽくて素敵だなって感じます。よくクールとかスタイリッシュって言われますけど、まさにそんな印象で、ホディンキーの記事で写真を見たんですけど、グレーのファッションとの親和性がめちゃくちゃ高いですよね。例えばモノトーンコーデに合わせたらすごく洗練されておしゃれに決まるんじゃないかなって。ただ一方でステンレスモデルのシルバーカラーに比べるとよりスポーティーに感じますね。まあこのあたりは完全に好みの問題かなと思います。私はカジュアルな普段使いにもすごく合いそうで使いやすそうって思いました。あと個人的にはこのチタンモデルでグレーダイヤルとかオールグレーみたいなバリエーションも見てみたいですね。絶対かっこいいと思います。はい。そしてここが今回のモデルの一番のポイントだと思っているんですけど、マットな質感になったところ。これがビーズブラスト仕上げによるものなんですけど、もう正直好みがはっきり分かれそうですね。マットな質感ってすごくクールでかっこいいし、チタンの素材感とかグレーの色味にはすごく合ってると思うんですよ。いやー、マットって脱衣所の足元かいやー、でもよくツール感があるとかインダストリアルな雰囲気って言われますけど、まさにそんな感じ。ステンレスモデルよりもよりスポーティーな印象が強まりますよね。だけどそこはさすがカルティエ。ローマンインデックスとかカルティエならではの美しいデザインコードと組み合わせることでちゃんと上品に仕上がってるんですよ。そういうバランスがこのモデルの本当にすごいところだなって感じます。ただ一方でこれまでのステンレスモデルはポリッシュとサテン仕上げの組み合わせが特徴的じゃないですか。あの高級感と立体感、あれこそサントスをサントスたらしめる良さがありますよね。私はステンレスモデルのあのキラッとした輝きというかメリハリのある仕上げの方が手元が華やかになって好きなんですよ。まるでブレスレット感覚でつけられるような美しさがありますよね。ただステンレスモデルのベゼルはやっぱりどうしても傷が気になっちゃいますよね。これはもう宿命みたいなものなんですけどね。チタンのマット仕上げならそういう小傷は目立ちにくいっていうメリットもあると思います。なので日常使いでガシガシ使いたい方にはチタンの方が安心かもしれませんね。それで次にですね、サイズについてなんですが、ここが私が最初に待ったといった最大の理由なんです。最初にもお話しした通り、チタンモデルは今のところラージサイズのみの展開なんですよね。ここが結構重要なポイントで、個人的にはラージサイズ、腕につけてみるとちょっと大きいかなって感じちゃうんです。ちなみにステンレスの方はスモール、ミディアム、ラージとサイズ展開が豊富で選びやすいんです。でもちろんこれは人によるんですけど、私は少しコンパクトなサイズの方が好みなので、やっぱりミディアムサイズの展開を待ちたいなって思っちゃいました。逆に普段から大きめの時計をつけている方ならラージサイズでも全く問題ないと思います。むしろ手元で存在感を放ってとってもかっこいいと思いますよ。そんな感じで今後のミディアムサイズの登場を期待して待ってみるのもありかなと。ちなみにですね、一つ注意点なんですけど、チタンモデルがですね、スマートリンクのサイズ調整ができないっていうところが一つ違いとしてありましたね。ただベルトに関しては一度調整したらその後はほとんどいじることってないから、普段使いでそこまで問題になることはないかなとは思いますけどね。はい。それから価格についてですね、新作チタンモデルは174万円。これね、ステンレスモデルと比べるとだいたい40万円弱ぐらい高いんですよ。この価格差をどう見るかですよね。正直私もって悩んじゃいました。チタンですからね。でちょっと視点を変えて他のブランドのラグスポ系の時計と比較してみると、ジラールペルゴのロレアートが207万円、 IWC のインジュニアが184万円、ショパールのアルパインイーグルが231万円なんですよね。他ブランドのはステンレスモデルですが、価格帯としてはこの辺りと競合するような感じですかね。あとは他のブランドのチタンモデルと比較してみますと、 IWC のインジュニアのチタンモデルが230万円、ロレックスのヨットマスター42のチタンモデルが223万円、クレドールのロコモティブが187万円、ブルガリのオクトフィニッシモのチタンモデルが248万円。こうやって見ると、あれサントスのチタンむしろ安いっていう感じもしますね。もちろんそれぞれのブランドの立ち位置とかムーブメントとか仕上げのレベルとかいろんな要素があるから一概には言えないんですけど、価格だけ見ると意外といいんじゃないかとも思います。
ただ本心で言っちゃうと、数年前のサントスって100万円を切ってたじゃないですか。それを考えると倍近くまで値上がりしてるっていう感覚が正直なところあって、もう少し手の届きやすい価格だったらなーなんて思っちゃいますよね。とはいえ最近の時計業界全体での値上げラッシュを考えればカルティエも例外じゃないですし、何より今回はチタン製ですからね。この価格設定も納得と言わざるを得ないのかなとも思います。まあそんな感じでここまでね、新作チタンモデルの概要からステンレスモデルとの比較、重さ、色味、質感、サイズ、そして価格といろいろ見てきましたけど、改めて私が冒頭で言った今すぐどっちかに決めるのは待った方がいいかもという結論についてまとめておきたいと思います。最大の理由はやっぱりサイズ展開と今後のバリエーションへの期待ですね。サイズ展開に関してはラージサイズのみでミディアムサイズが出るかもしれないので、もう少し待ってみる価値は十分にあると思います。ダイヤルカラーのバリエーションに関しては今はホワイトのみですが、もっといろいろ出てくる可能性も考えられます。せっかくなら自分が本当にこれだって思える一本を見つけたいですもんね。まああれですね、サントスって名作だからこそダイヤルカラーとかサイズとか素材の展開を増やしていくことが多くなっていて、私たちファンには嬉しいところですよね。でも本当に広がってますよね。トップセールスマンの会話くらい広がってるんじゃないですか。でまあそんなことでもっといろんなチタンモデルを見てみたいっていう期待感も込めて、今すぐ決めなくてもいいんじゃないって思った次第です。はい。というわけで今回はカルティエの新作サントス・ドゥ・カルティエのチタンモデルについて私なりの目線でステンレスモデルと比較しながら紹介してみました。本当にサントスって時代を超えて愛される名作だなって改めて感じましたし、こうやって新しい素材で進化していく姿を見るのは時計好きとしてはたまらないですよね。今回の動画が皆さんの時計選びの参考になったら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あったかくして寝ろよ。いやー、この前 AP ラボ東京行きたいなんて言ってましたけど、それより前に言っとかなきゃいけないやつありましたわ。同じオーデマピゲなんですけど、ハウス・オブ・ワンダーズ展、これがですね、オーデマピゲ創業150年を記念して開催されているようなんですね。貴重なアーカイブピースとか最新のタイムピースも展示されるそうで、めちゃくちゃ楽しそうですよね。ちなみに会期が来年の4月30日までのようなので、こりゃ行くしかねえですね。ちょっと時間を見つけて行ってきますわ。それでは。